皆さんおはようございます。おとろまの正幸です。車中泊で日本一周一人旅76日目の朝を迎えました。道の駅から見える早朝の瀬戸内海、とても綺麗です。本日の動画は広島県三原市を出発、瀬戸内海を眺めながらドライブを楽しみ、瀬戸内海で気になる場所に寄り道をしながら、秋の小京都と呼ばれ風情ある街並みが残る広島県竹原市をカメラをぶら下げお散歩。美味しいラーメンやスイーツをいただきながら東広島に至るまでの旅を紹介します。お時間のある方は最後までお付き合いください。それでは出発。車中泊中の電気をすべて任せているエコフローのポータブルバッテリー。昨夜は車内でパソコン作業を長時間したのでバッテリー残量が 4% まで減っています。走行しながら充電しておきましょう。まずは道の駅の近くにあるマクドナルドで朝食。全国各地にあるマクドナルド。私は道の空いている早朝から移動したいので、朝早くからやっている全国のマクドナルドに車中泊旅中は大変お世話になっています。おじさんがハッピーセットを注文。旅中は不足しがちな野菜がありがたい。おもちゃをもらわない選択もできるようですが、ミニカーが大好きなので遠慮なくいただきます。子供の頃よく遊んでいたミニカーですが、こういうおもちゃは大人になってもやっぱり面白い。説明書を見ながらシールを貼っていくと、かっこいい消防車の完成。細かい点までよくできています。本当にかっこいいですね。しばらくミニカーで遊んでから仕事をして出発。国道185号線を通り三原市街地を通過。三原市街地を抜け沼田川に架かる三原大橋を渡ると、目の前に緑に覆われた山々が広がります。右手に山々を見ながら左折。しばらく国道185号線を進むと、左手に瀬戸内海を眺めながら進む最高のドライブルート。この日は天気も良く、ハンドルを握っているだけで楽しくなります。今日は朝から暑く、コンビニで早めの休憩。海沿いのコンビニへ行くと売っている商品が変わり面白いですね。飲み物を購入し出発。たくさんの車が止まっています。少し寄り道していきましょう。須波港湾緑地。この先にある須波港からはフェリーも出ており、瀬戸内海の島々へ渡ることができるようです。車を駐車していけるので便利ですね。須波港の防波堤にはたくさんの釣り人がいます。左手にフェリー乗り場が見えます。
立派なフェリーですね。海沿いの道は気になる場所が多く、なかなか先へ進めません。ちょうど南国の雰囲気が漂うこの場所は、須波海浜公園第3駐車場。700を超える島々があるとされる瀬戸内海。今日は風があり少し波立っていますが、内海の穏やかで本当に綺麗な海です。綺麗な藤棚もあります。藤の花大好きです。地元の方の散歩コースにもなっているようです。瀬戸内海を眺めながらの散歩、贅沢ですね。左手の瀬戸内海が気になり、先へ進めません。海岸線沿いには瀬戸内さざ波線が走っています。瀬戸内海を眺めながら食事をいただけるおしゃれなレストランもあります。まだ開店前の準備中のようです。左手前方に巨大なクレーンが見えてきました。何の機械でしょうか。さらに近づくと今まで見たことがない大きさです。本当に大きいですね。どうしても気になるので見に行ってみます。今治造船の文字が見えます。調べてみると、今治造船は1901年創業、1世紀以上の歴史がある造船会社で、新造船建造量は国内シェアナンバーワン、海外シェアでも世界第3位の造船会社で、本社は愛媛にありますが、ここ広島県三原市にも今治造船の広島工場が置かれているようです。普段触れることのない船の世界ですが、自分が知らないだけで日本にはたくさんの世界で活躍している企業があります。この先に見える左側の建物が朝食で目にする人も多い青旗ジャムのジャム工場。ジャム工場に隣接する青旗ジャムデッキでは、予約をすれば工場見学やジャム作り体験もできるようですが、本日は予約をしていないので建物を見るだけ。それにしても青旗の本社が広島にあることを知りませんでした。左側に見える青い建物が青旗ジャムデッキのようです。青旗だけに青い建物なのでしょうか。車を駐車するスペースが見つからず、青旗ジャムデッキの建物だけを見て出発。
青旗ジャムデッキにはジャムに関する様々なブースがあり、工場見学やジャム作りも体験できます。完全予約制のため興味のある方は、概要欄の青旗公式サイトをチェックしてみてください。青旗のジャム、いちごとブルーベリー味が好きです。それにしても青旗のジャムといい、私の大好きなパン屋さんのアンデルセンも広島県が本社です。広島県とパンの間には何か歴史的なつながりがあるのでしょうか。この少し先へ行った場所にある淡島付近では、イルカの一種であるスナメリクジラが回遊してくる場所として知られているようです。穏やかな内海の瀬戸内海は、人間だけでなく他の生き物にとっても過ごしやすい場所になっているようです。先ほど立ち寄った青旗ジャムのマークがあります。青旗の会社寮なのか分かりませんが、高台から瀬戸内海を眺められる最高の立地にありますね。少しお腹も空いてきたので早めのお昼にします。やってきたのはうどん屋母ちゃん。味のある雰囲気のお店。早めのお昼をいただきます。メニューは大好きなネギたっぷりのラーメン。ごちそうさまでした。やっぱりラーメンは美味しいですね。お腹もたまり幸せな気分。天気もよく最高です。頭こっちだな。暑くなってきたのでアイスをいただきます。周辺を少し散策。現在いる広島県竹原市は、所得倍増計画で日本の高度経済成長を実現した第60代内閣総理大臣池田勇人の出身地。立派な像が設置されています。やってきたのは道の駅竹原。この先に秋の小京都と呼ばれ栄え、歴史的な建物が立ち並ぶ重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている竹原町並み保存地区があります。当時の町並みをのんびり散策して楽しみましょう。建物の雰囲気が少しずつ変わってきました。この通りに出るとタイムスリップしたような歴史を感じる建物が立ち並んでいます。建物を撮影されている方もいます。昔の建物の雰囲気と現代の自動車の対比が面白い。この竹でできた柵のようなものは、京都などの建物で軒下に見られる竹やらい、犬やらいというものでしょうか。壁の汚れ防止や犬のおしっこよけなど、
様々な役割があるようですが、ここ竹原では建物の前以外にも設置されており、側溝への落下防止なのかもしれません。普通のフェンスより風情があっていいですね。江戸時代から明治時代にかけ、大阪から下関を経て北海道に至る西回りで、多くの物資を運搬していた北前船。この竹原で採れた塩を北前船へ積み込み、遠く北海道まで運ばれていたようです。その当時の繁栄がこの立派な建物となっているようです。車中泊旅で日本海側を回っていると、時々目にすることがある北前船の文字。四方を海に囲まれた島国の日本で、現在のように陸の交通が整備される以前は、船を使った海洋での物資運搬が、今以上に大きな役割を果たしていたことが、この竹原の立派な街並みを見てもわかります。少し細い路地に入っても、趣のある建物が立ち並ぶ竹原の街並み。歩いているだけで面白い。人混みの多い観光地の散策は苦手ですが、こういう落ち着いた街並みの散策、大好きです。撮影なのか和装姿の男性と女性がいます。ここ竹原市出身で、日課ウイスキーの創業者である竹鶴正隆氏と奥様の竹鶴利太氏の銅像。足元の石碑には竹鶴正隆氏の言葉で、良いウイスキー作りにトリックはないという文字が刻まれています。ここで生活されている方もいるので、撮影には注意が必要です。美味しそうな甘味処を発見。創業100年の菊寿堂。美味しそうなシュークリームを購入。道の駅へ戻ってきました。道の駅にお店があったので、コーヒーを購入。先ほどのシュークリームと一緒にいただきます。甘さ控えめのクリームが美味しく、歩き疲れた体にたまりません。ここは中国産業株式会社が運営するボーリング場のカモボールにホテルカモ、温泉施設のホットカモが集まる複合施設。ホットカモの温泉を利用させてもらいます。休憩スペースが広くて助かります。ボーリングにホテルに温泉。初めて見るタイプの複合施設でした。
阪から福岡まで伸びる国道2号線。見通しの良い直線道路が続き、とても走りやすい。右方向です。続いて目的地は右側です。目的地は右側です。お疲れ様でした。道の駅西条のんたの酒蔵。立派なドッグランやコインシャワーまである、とても大きな道の駅です。駐車場も広い。東広島市観光マスコットののんた。トイレも新しくとても綺麗です。現在の道の駅は施設が本当に充実しており、ドライブの休憩場所というより、道の駅自体が目的地になるほど、店内を見ているだけで楽しい。マスコットののんたがどうしても気になり、姪っ子のお土産に購入。道の駅の建物内には、お子さんを自由に遊ばせることができる立派な子ども広場まであります。1時間の交代制で無料で利用することができ、すぐ隣にはフードコートもあり、お子さん連れの方には最高の施設です。本日の夕食は道の駅の中にあるレストラン、リストランテファミリアでいただきます。ランチも美味しそうです。平日はお得に食事ができるようです。私はお米のうどんを注文。旅中に不足しがちな野菜もたっぷりいただきます。広島みかんジュースも美味しい。クリームソースのお米うどん。お米でできたうどん。食レポをする気持ちの余裕はなく、お腹が空いており10分ほどで完食。ごちそうさまでした。車中泊旅76日目はこれまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。